どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューのお時間ですよ。お出かけしたい気分やな。飛行機乗ってどっか行きたいわ。私は、大阪に行きたい。新幹線で。東京方面からすると、大阪って微妙な位置よな。新幹線でも飛行機でも行けるし、どっちで行ったらええんか迷うわ。成田空港からだと、安い飛行機会社がいっぱい飛んでるから、それだと、新幹線よりすごく安く行けるんだけど、問題は成田空港までの道のりなんだよね。羽田空港ならともかく、成田は遠いわな。東京ディズニーランドだけど東京じゃなく、千葉にあるみたいなもんだからね。今は成田エクスプレスとかもあるけど、その時間とか料金とか考えると、新幹線でいいかなってなる。日本の国際空港なはずなのに、微妙な位置にあるわな。そんなわけで、今日のレビューはこちら。名探偵コナン、金翼のマジシャンだよ。記述師と書いてマジシャン。読めてしまうのはコナンの親からかな。この作品は、2004年に公開された映画作品なんだ。コナンとしては8作品目の劇場作品なんだ。もう18年も前の作品ですか。歴史を感じるな。レビューにあたって、久しぶりに、この作品見返したけど、いろいろすごいなって思ったよ。ちなみに名探偵コナンって、ジャンルとしては何だと思う？ミステリーやろ。私にとってはアクション映画だよ。いっつも言っとるな。コナンの映画は、映画としての派手さが求められている分、テレビアニメとは違ってアクションシーンが多くなるのは仕方ないとは思うんだ。コナン映画の場合は、冒頭で何らかの事件が起きて、それを推理しながら解決していく中で、アクションが繰り広げられるのがある種のテンプレートになってる。ああ、だいたいそんな感じやな。だけど、この作品は違うんだ。そもそも事件が起こるのは中盤で死体も一つしか出ない。死体を一つ二つって数えたらあかん。正直、この作品は、ミステリーとしては、かなり弱い感じなんだよね。中盤で起きる事件も、事件が起きてから15分くらいであっさりと解決しちゃうんだよね。テレビサイズ並みのお手軽さやな。今作のメインは怪盗キッドなんだ。月下の記述師さんやな。世紀末の魔術師以来の登場で、世紀末の魔術師と同じように、怪盗キッドがお宝を狙うために予告状を出して、そんなキッドからお宝を守るために、毛利小五郎が雇われるというところから物語が始まるんだ。いつもの流れやな。怪盗キッドの描写はいいんだ。最近だと共闘したり、コナンに協力を求めたりすることもあるけど、このあたりのキッドとのコナンの関係性は、きちんと敵対関係にある。だからこそ、キッドからコナンはお宝を守れるのかという期待感、怪盗と探偵の対決の面白さを予感させる始まり方なんだ。怪盗 VS 探偵って感じなんやな。キャラクターがどんどん集まる中で、誰が変装した怪盗キッドなのかとコナンが疑う中で、工藤新一がコナンの前に現れるんだ。新一。見てる側にもコナンにも工藤新一が怪盗キッドではあることはわかるんだ。そういえば、顔が似てるって設定やったな。その設定を活かして怪盗キッドがあえて変装せずに、コナンの前に現れて、ランとイチャイチャしだす。寝取られなんか。寝取られじゃないけど、すごく緊張感が生まれるんだよね。コナンと同じ目線で視聴者も見ているからこそ、工藤新一の姿で何をしでかすかわからない怪盗キッドにハラハラドキドキさせられる。キャラやな。コナンとキッドのアクションシーンも素晴らしいんだ。変装したキッドを追い詰め、キッドがトランプ銃を撃ったり、コナンはキック力増強シューズでサッカーボールをシュートしたり、ガチバトルが描かれてる。だけど、あくまでコナンは探偵と怪盗だからこそ、怪盗な分、逃走に関しては一枚上手な怪盗キッドの手腕も描き方も素晴らしいんだ。逃げるのは怪盗の方が得意やからこそやな。そんな逃走劇の後に、物語の舞台は飛行機の中に移るんだ。飛行機の中で起こった殺人事件、犯人は誰なのか、怪盗キッドは誰に変装して潜んでいるのか。ハラハラやん。たださっきも言ったけど、この殺人事件に関してはあっさりしてる。肝心のお宝は偽物であることが分かってしまって、キッドもどうでもよくなってしまう。あらら、前回、キッドが出た時のお宝は本物やったのにな。終盤になると、この作品で制作陣がやりたかったことがわかるんだ。むしろ、この終盤の展開にするためだけの序盤から中盤までのストーリーとも言える。どういうこと？飛行機の墜落だよ。わお、ハリウッド映画の真っ青やんけ。殺人事件で犯人が使ったトリックのせいで飛行機の機長と副機長が体調不良になって操縦できなくなってしまうんだ。大変なことが起こっとる。これ逆なんだよね。逆？殺人事件が起きたから飛行機が操縦できなくなったんじゃなくて、飛行機を操縦できなくさせる展開を生むために殺人事件を描いてる。なるほど。殺人事件はおまけなんやな。この映画はハリウッド映画フォローな部分があるんだ。飛行機の墜落なんてハリウッド映画ではめちゃめちゃおなじみの展開。ダイハードにもそうやったな。ダイハードに的な状況にするためのストーリーの流れがあって、終盤ではこの作品の最大の盛り上がりが生まれてるんだ。もはやミステリー要素ゼロやな。ちなみに、飛行機の操縦を行うのはキッドとコナンだよ。すごい、素人二人。ハワイで親父に教わってるから大丈夫だよ。それ言っとけば、何でも OK になっとらん。はっきり言って、この終盤の展開のツッコミどころはものすごいんだ。これで、
コナンとキッドが操縦してなんとか着陸させましたってなら飲み込めるんだけど、途中でランとソナコって組み合わせに変わる。あかん。ズブな素人二人になっとる。やや強引に作り出した飛行機の墜落って状況からさらに、ズブの素人である毛利蘭と、ズブの素人である鈴木園子が、コナンの指示で飛行機を着陸させるっていう、めちゃめちゃ突っ込みどころのある展開になっちゃってるんだよね。なんやろ、むしろ、この突っ込みどころまみれな方がコナン映画らしいって感じるな。私は、いい意味で、この作品はコナン映画らしいって感じるんだ。おまけのようなミステリー要素、キッドとコナンのアクションシーン、そして、飛行機の墜落というハリウッド映画要素。そこに、ランとコナンのラブロマンス要素を入れることで、ザ・コナン映画らしさが溢れる作品になってる。ただ唯一残念なのは、スケボーシーンがないんだよね。そこがあったら完璧やったのに。この作品から、監督さんが山本康一郎さんに変わったんだ。そういった部分もあったのかもしれないね。ああ、児玉さんじゃなくなったんやな。初期作のくくりやなくなった感じやな。ちなみに、コナン映画シリーズで初めて、この作品はフィクションですというテロップが流された作品でもある。わかっとる。それは言われんでもわかっとる。なんかウィキペディアによると、飛行機のコックピットに一般人が入るとかのシーンとか、実在の路線とかが出てきたかららしいんだけどね。ああ、そういう事情はあったんやな。でも、それでもわかっとるわって感じやな。個人的には、子供の頃に劇場で見て、子供の時に見てもめっちゃ笑って見てた記憶があるから、妙に印象に残る作品ではあるんだよね。一度見たら忘れられへん感じやな。皆さんもぜひ、飛行機に乗る前にこの作品を見て、万が一の際に備えましょう。万が一墜落しそうになっても、コナン映画で覚えた操縦技術は絶対役に立てへん。ではまた次回。じゃん。